だが、当時の日本の民主化には、もう一つ、大きな障害があった。当時、東西冷戦はもう、始まっていた。太平洋戦争前、ソ連は、共産主義革命を成功させて、共産主義国になっていた。特にソ連のスターリンは、ソ連の周辺国に、共産主義を広げようとした。共産主義を広げるというのは、事実上、ソ連の占領地域を広げるのと同じことだ。欧米は、そのことに気づいて、大きな危機感を持った。共産主義の東側に対抗できる力を、西側が持たなければならない。英米はそう考えた。そして、アメリカは日本を、西側の力の一部にする必要に迫られた。東西冷戦の危機に気づくまでは、マッカーサーの GHQ は、日本の民主化のために、思想犯として囚われていた。徳田久一をはじめとする、日本共産党員を解放して、決闘の自由を保障した。そして政治犯の多くは、日本共産党などの左翼政党を結成した。日本共産党は、この時再建された。しかしそれが、裏目に出る。その後、国内経済の疲弊による、労働運動の激化が始まった。海外では1949年、昭和24年の中華人民共和国が成立。中国大陸における共産主義政権の樹立。そして朝鮮半島情勢の悪化。米ソ両軍による南北分割を経た。韓国、北朝鮮といった朝鮮半島における分断国家が成立。および朝鮮戦争の勃発。その後日本では GHQ は共産党員とその支持者を弾圧する方針に転じた。それはレッドパージと言われた。これら左翼政党は右翼政党や英米に対し対立姿勢を強めていく。だが、75年後の今だから言えることだが、日本で共産主義者と言われた連中は、間違っていた。共産主義は結局、左翼じゃない。なぜなら共産主義は、右翼を認めない。右がなければ、左もないのさ。つまり、共産主義というのは、ただの全体主義でしかない。あれから75年以上も経った。今だからわかることだがね。
あの時、共産主義を警戒した。アメリカの判断は正しかった。だがそのために、日本の民主化は、方向転換を迫られる。まず、財閥解体の規制緩和が起こった。日本の戦争遂行の大きな原因の一つとされた財閥は、一旦は完全に解体された。太平洋戦争以前の日本の資本家勢力を除去し、さらに株式を分散化して、経済力が財閥に集中しないようにするのが目的とされる経済民主化政策だった。これにより多くの中小企業や新興企業が生まれ、後の高度経済成長の礎ともなった。しかし当時のアメリカ議会は、日本の経済力が時間をかけて回復するのを待っていられなかった。アメリカは解体された財閥の一部は企業グループとして元の形に戻ることを認めた。1948年末結成のアメリカ対日協議会がトップのいない企業結合体を容認した。そして1947年成立の独占禁止法第10条が1949年に骨抜きにされた。1953年8月、独禁法第10条、第11条、金融業を営む会社の株式保有制限。第13条、競争関係にある会社間での役員兼任禁止。第14条、会社以外の者による株式保有制限が撤廃された。そして戦争犯罪人、いわゆる永久戦犯の裁きも不完全に終わった。アメリカは日本ができるだけ早く国力を回復させるには、日本の政治権力において権力を持った経験のある者の存在が必要と考えた。すでに処刑された者たちがいる一方で、これから処刑されるはずの者たちが突然無罪放免になった。だがそれでもマッカーサーの財閥解体によって力を失った日本の既得権益が問題になることは1980年代まではなかった。しかし1980年代から1990年代までのバブル景気とバブル景気崩壊でどうもそこが怪しくなってきた。再生リスト16に続きます。